チャンネルです。本日は260を救いたい2種類の2枚刃ブレードと組み合わせてロッドボールと100回戦わせてみた。このチャンネルは100回戦のデータとリスナーリクエストやアンケートをもとにみんなで最強のベイブレードを追求していくチャンネルだ。最強カスタムを知りたいブレーダーはぜひチャンネル登録してくれ。以前260のバースト問題についてアンケートを取らせてもらった。回答してくれたみんなありがとう。多くのブレーダーがバーストしやすいと回答したことから現在260の採用率はかなり低いんじゃないだろうか。今回の検証では260と相性がいいと言われている2枚刃のブレードテラノビートシャークエッジで環境トップベイのロッドボールに対しそれぞれ50戦ずつ合計100回戦を行いどちらがいい成績を残せるのか比較検証していくぞ。さらに今回は自滅バースト数もセルフバーストとして集計していくので右回転時のバースト率についてもわかる検証になるぞ。まずはティラノビート 260U。 ブレードの弾き性能は高くないものの高重量によるアタックで相手を吹き飛ばすことに優れており、ユナイトビットは前半はフラット形状で積極的な攻撃を仕掛け中盤以降も相手の体力を削っていくことができるティラノビートとは相性がいいと言われているビットだ。50戦やってみて結果は、ロッドボールは50ポイント、テラノビートは22ポイント、ロッドボールの5回のバーストフィニッシュのうち、セルフバーストは3回という結果だった。続いてはシャークエッジ 260LF。ブレードは重量級ではないが、強力なアッパー刃でドランバスターに次ぐ弾き性能を持っている。ビットのローフラットはシャークエッジのアッパー刃との相性が非常に良く、当チャンネルで初めてロッドボールに勝ち越すことができた組み合わせだ。260はブレードの2枚刃のちょうど間に位置するようになっていて、一見すると凹凸が軽減されて弾き性能が落ちそうな気がするが、結果はどうなるのか検証していくぞ。
った結果は、ティラノビートは22ポイントで自滅バースト数が3回、シャークエッジは32ポイントで自滅バースト数は2回、ということで、260カスタムで強いのはシャークエッジ 260LF という結果となった。そして今回のもう一つのテーマの260のバースト率をまとめてみたぞ。プラグーンとベテラチェットのデータは過去のロッドボールとの100戦データのバースト率だ。ベテラチェットでは100戦やって1回起きるかどうかのバーストが260では約10回に1回の確率で発生してしまっている。ロッド相手でこれなのでアタック系が相手の場合はもっと高くなることを考えるとそのリスクを負ってまで採用すべきラチェットではないだろう。ティラノユナイトは別チャンネルでも紹介されていたカスタムだったが260でもティラノビートの弾き性能の低さは補えずユナイトビットの攻撃力不足も相まって環境上位勢には及ばない結果となった。もしティラノビートでロッドボールに勝ち越したいのであればもっと攻撃的なビットじゃないと難しいと感じたぞ。次にシャークエッジについては過去に一度ロッドボールに勝ち越したこともあり今回もまあまあいい成績は出せた。ローフラットのカスタムであれば環境上位に食い込むレベルだろう。だが今回の260カスタムではバースト負けが非常にもったいないと感じてしまった。というのも本来であればアタック側がオーバーやバーストを狙える高回転時にバーストが発生してしまっており単純にポイント獲得のチャンスが減っているということになる。前回は勝ち越せていたことも考えると260によって性能アップしているわけではないのでやはり無理に採用するほどの価値はないと感じたぞ。ぜひみんなの考えもコメント欄で教えてくれ。ではチャンネル登録コメントでみんなのリクエストも待ってるぜ。次の動画でまた会おう。アディオス。